YouTube の動画とかで最初の1分がつまらないともう見てくれないんですよね。これ今ちょっと YouTube とかで見てくれてる人いると思うんですけど、本当にこの序盤の数分間で一番大事って言われてるんですけど、今回のこの RRR ですけど、序盤の数分間でがっつり掴まれた上にそのまんま3時間動けなくなるっていう、3時間そのまんま上がったまんまで、なんならずっと泣いてるみたいな、そんな解説動画がめちゃめちゃ上がってると思うんですけど、ヤングサンデーなんでね、でこのタイミングなんで、なんでそうなのかって話を今日は構成、この作品の構成演出、そしてですねこの作品の背後にあるインド神話、それからマハーバーラータなどの物語など、その辺のところをですね、インド、哲学講師のエミリ先生に来てもらってですね、今日は徹底的に、やりたいと思います。 RRR 祭りの開催です。山本零士のヤングサンデースタート。ナチュナチュナチュ。生産性のない部活動がいつか誰かのために光るといいのにな。前とは違う形で会えた日を思ってる。ユンタク徒歩1分くらいの半径の銀河でこんにちはコミュニティ果たしたキャピタリさよならモノポリサステナブレ魂割と生産性のないそんな歌がいつか未来へ戻る鍵だといいのにな。手放せないと風緑が逆を向いても南を目指してあれは飛び続ける。山田礼二のヤングサンデー。イエス。ということでお願いしました。毎度おなじみご機嫌なナッチュ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 。いやー、暑い冬ですな。もう大寒波がね、史上空前の大寒波が来てるということなんですけども、吹き飛ばせということで、今日はね、インドからの、なんでしょうこれ、この映画は。世界中が盛り上がってますよ。なんかもう去年公開されてるんで、そうですね。あれなんですけども。遅ればせながらヤンさんっぽいですね。今盛り上がる。はいはいはい。もうやってくれっていろんな人から言われて、公開が伸びてますね。どんどんね。しかもね、これレイジさんこれやるっていうきっかけがなんと、皆川亮次先生が。そう、亮次元気か満開でか。皆川先生が皆川亮次先生。レイジこれ見たの？そう。あれ絶対見た方がいいよ。そう。俺皆川亮次に言われて。RR やりってるから。もうこれやるしかない。皆川先生。見てよかったね。今年は出てね。よろしくお願いします。ということでね、まあインド映画ということでね。インドといえば、まああれですけども、リモートの時に一回出ていただいたんですけども、まあディスカバリーチャンネルとかでおなじみの、そうですね。インド哲学講師諸岡エミリ先生です。よろしくお願いします。こんにちは。ナマステー。ナマステー。そしてその隣ですね、この映画にもう痛く感動して出てます。これずっと泣いてたということで、俺出てたよという謎のあれで、もう今日はもう来ていただきました。涙止まんないって。赤さんです。音楽的なこともちょっとね、赤さんに聞こうかなと。そうですね。はい。ということで、万全の体制でこの RRR 今日はね特集していきたいと思います。見てない方でも楽しめるということで今日やっていきますんで。この映画ね、ネタバレとかないんでね、どんどん喋っていきましょうよ。いや、あるよ。ないよ。誰が死んだとかどうなったとかそういうの関係なく熱が伝わればいい映画じゃないですか。いやマジでそう。そうでしょ。いや、それはでも制作者はそう思ってないかもしれないよ。そうかな。わかんないけど。
まあまあまあでもでどうしてもって方はね、ちょっと今これで再生止めて映画館に行ってくれればいいと思いますけど、映画館ももうほとんどやってないからね。いや僕のまだやってるさこれ伸びますよ。再演とかなんでかっていうとね、エミリ先生昨日3回目を見たらそうです。 3回見たの3回目この3時間対策を9時間見たっつうこと9時間堪能されてます。ちなみに僕も2回見てます。なので6時間見てますんで僕も。あっちょんぶりけですね。あっちょんぶりアクションぶりけですか。でどうもその映画館結構埋まってたらしい昨日です。はもう最後の1席2席くらいに飛び込んだ感じで最後拍手起こってわみんなでもうだから俺ちょっと立ってる人とかも大変なこと起こってますよ奥野さん。うん奥野さん。すごいそう。すごいですね。いやあなたはねあれね映画とかコンテンツ作り物の世界はスポーツにかなわないって言ってたじゃないですか。いやもちろんもちろん。超えてますよ、ね。もちろんないい。やいやそんなの全然いわかんない。やいやいやいい勝負してますよね。わかんない。それめっちゃ言ってたよはもういやあなた言ってましたけど。言ってたそれはわかんないです。はい。正直どうでした？正直、うんこれはもう最高ですよ。いやもう最高の一言でしょう。いやただ、はいはいこれ別にもう俺解説することのない映画じゃないかなとそう思ってて。だよね。気持ちよーく終わったもんね。気持ちよくで楽しんで。ほとんどの解説動画がそのノリなんですよ。ででしょ俺はそれでもいいかなと思うし、そこになんか解説ぶっ込むのは野暮かなとも思うんですけど、はいはいはいただねエミリー先生これインドを知ってたらもっと面白いんですよね。そうだねうんそうインドって何か知らなくても面白いけど知ってた私からするとねもう撃沈です、撃沈です。じゃあ撃沈したんや。はい。俺らは表層の部分しかまだ見てないと。まあ軽く言いますけどね、はいラーマーヤナっていうね物語の中にシータさんいますからねい。ますね。はい。はい。それとあとこれちょっと後半にちょっとしっかりとやりますけど、あともう一つマハーバーラタにビーマさんいらっしゃいますね。はい。ちょっと関わってくる人たちも、ね、はい、関わってるで、この辺が下敷きになっているっていうことが、まああるということで、で、監督の言ってることによりますとね、ラージャ・マウリさんによると、この映画って架空の人間のこれちょっと変なことになりますけど、スーパーヒーローの空想上の友情についての話だっていうことですね。スーパーヒーロー架空のスーパーヒーローって言ってるんですけど、実はモデルがいるんですよね。で実在のモデルがいて、でところがその2人のモデルは、基本的にちょっと時代がずれてたりとか、あったりとか肩車してることはないんですよね実際ね。そうなんですよね。だけど本当にこのインドに実在してた2人の実在のヒーローが実際に協力してたら最高なのになっていう映画なわけですよね。これねなわけですよね。はいはいプラス私から見ると、はいはいラーマーヤナとマハーバーラタっていう別々のお話のはいはいはい登場する神様とか人物たちがはいはい同じ場所にいて協力をするっていうお話だから、はいドラゴンボールにあられちゃん来ちゃうみたいな、もう偉いそういう萌えがあるんです MCU ってことじゃん。そうやね。インドアベンマーベルやな。インドアベンジャーズインドアベンジャーズや。そう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 だとイン思うよディアンアベンジャーズが起こってるはいはいはいでこれ元ネタがですねどうもタランティーノらしいですね。全然だ関係ないと思からイングったロリアルバスターズでこれこうだったらいいのになナチス映画っていうのを作ってあこれもヒントの一つになってるらしいですね。で歴史改変映画っていうのももう一つありますよね。ワンサーポンナタイムインハリウッドこれヤンさんでもやりましたけど、はいこういうのがあるとこれのインドバージョンっていうのがインドバージョン。インドバージョンを濃くしたよね。ね。だいぶもうわからんわ。マウリ監督が今回仕掛けたことっていうことなんで、でも見た人はこういうことだと思うんですよね。映画でもう一つ神話作っちゃおうよっていう感じの映それは画感じたな。ですね。思うよ。作った作ったね。はずだよこれ作っは。てたね。やけどしっぱなしよ。やけど。やけどもう熱い熱い。ね、赤瀬さんこのシーンとかもどうでしたこれ。もうね肩車のシーンだけは見せたもうやばいね。もう泣き晴らしたね。ね。なんでこんなにインドの方のことで我々関係ない日本の極東の人間が泣いてんのかっていう。そこを今日はもう一個。ちなみにね、この方、君たちはどう生きるか嫌われる勇気でおなじみのカッキーですけどね僕の担当編集者の
これ付き合い長いんですけど、この方バーフバリの大ファンなんですよ。でマオリファンなんで、公開初日に行ってんですよ、RRR。でそれで、そのカッキーどうだったみたいって言ったら、感想がこんな感じでした。僕もヒゲが欲しいと。マストだと。はい。マストアイテムだと。そしたら奥野さん、はい。あなたもどうやら始めるらしいじゃないですか。やってんのか。ヒゲカツしてんでしょ。ヒゲカツしてんのか。してないしてない。もうたまたまかこれ。お前ストローかなと思ったけど、先今日 MMR じゃないや、なんだっけ、RRR。なんでマガジンミステリーやねん。いいよいいよ。やるからまあ残しとこうかなって思って今日来たら俺しかヒゲないっていうね。自慢してたよな。マクガヤがいるけどね、うちら。いやこんなヒゲ無理ですよ。これ遺伝的に無理。そうやね。我々はこんな生えないもんね。羨ましいわいや生き方じゃん。は？生き方で生えんの？どんだけ感化されてるんですか。思うよ。目が座ってるんですけど。いやいや信じるのはありだよ。さん、洗脳一回なんか解いて。一発でも今入っちゃってるから。気がすんだよね。でもほら出てた方ですから。そうですよそうですよ。なんかねそのヒゲってさ、ヒゲとかまあ要はさ文明が進めば進むほど、なんか体毛っていうものがどんどんその悪しきものになっていって不衛生なものなんだけど、やっぱりその、この映画がもしヒゲなかったらつまんない。そうです。絶対メンズエステ言っちゃいけないですよ。言っちゃいけない。言っちゃいけないですよこの人たち。言って生やしたんじゃないか。逆にインドのメンズエステはもう生やす方向で。RRR をこじらせてませんかね。メンズエステ行ってからのこれ？でこれみんなこれになりたいと思うよみんな見たらね。見た人は納得してると思うんですけど、見てない人は何をこんなに盛り上がってるんだと思うんで、ちょっとそのそれをね解説しつつってことですね。ただもう今日見てない人も楽しめるって言ってるのがちょっとお願いします。だからちゃんとやります。でまず一つ確実に本質的な話をするとね、この作品と日本映画もしくは日本のコンテンツと完全に違う部分があるんですよね。それがこれだと思うんですよね。斜めが 0% なんですよ。この作品で斜めの視点が全くない。だから日本人だとこれすごい直球で表現して笑えるよねみたいなこと言うんでね。だから一周して面白いよねとかっていうさ、このノリあえてやってるよねとかギャグでとか。奥野さん大丈夫ですか？じゃあ変えますか。はいはいはい。その前に一つ、清水さんは今日見てない代表でいらっしゃいますから、清水さんが今日の回面白かったら、まあとりあえずのね、指針として成功ということでもありますね。しみちゃん見てないんだもんね。僕すいません、予告編だけ見させていただいて。見させていただいたんで、予告編を。はい。予告編はもう本当背脂濃厚豚骨ラーメンみたいな感じでも予告編だけでも満腹になる感じだったんで、皆さん本当に3時間お疲れ様ですって。何ねぎらってくれてんねん。本当にみんな言ってるけどね、3時間が何が苦痛なのって話だよね。そうそう。時間の感覚なんてもうないから。無駄な部分は一切ないんで、次から次へとクライマックスが来るというやつの展開なんでね。そうで先ほどの話ですけど、やりすぎ感みたいなのがあって、これ日本だとこれあえてやってるよねっていう感じなんですけど、これ本気なんですよね。全部本気。だからなんか過剰な演出みたいなものも本気でやってるから、なんとかな逃げらんないんですよね。本気の純粋な人が表現しちゃってるから目の前で。で全力で体使って踊られてるから、これは日本にはないですよね。我々がだから本当にちょっとその日本にないっていうのはかつてはあったけどっていう意味で。はい、今からその話します。かつてあった、どこにあったか、小黒さんこちらにありました。こちらにありましたね。やっぱなこうなりますよね。こうなります。だから激ゴフトラ一家や。小黒さん、虎大好き。強さの象徴。虎とか炎とか、あとこのノリは70年代少年ジャンプですよ。これ明らかに80年代。はい。だからかつてこれね、ギャグで書いてないんですよこれ。梶原先生とか梶原先生とか本宮先生とかみんなガチでやってたんですよ昔は。ただこれが80年代のポストモダンが入るんで、ちょっと熱血って笑えないみたいな感じでずらされちゃったんですね。でそっからずっと斜めなんで、熱血が来た時にはみんながもう最初からちょっと笑わせに来てんなみたいな感じでいくっていうのが、日本人のマナーになっちゃったんですけど、これかつてはこうだったやついきなり本意気で
しかもこのクオリティで見せられて、これトラガーっていうのに対して、この方もガーって言い返しますからね、これね。マナの間の字もない。トラと同じテンションでいきますからね。はい。これがすごいっていうね。そんな感じなんで、だからこう来ても、ギャグじゃないよねっていうことになるっていうのは、まず一つ大きいなっていうことですね。我々の世代的にはもう男塾とかそういうところも思い出しましたよね。男塾だともはやもうあれだろ、見てる側としてはギャグとして見てるって言ってたよな。でも世代によってだけど、小学校の時は本気ギャグですよ。本気で読んでたよ俺は。それ本気で読んでるけど、まあでもギャグじゃん。まあそこはちょっとやっぱ違う。だからもうその違うんだね。そこ違うんだね。でも80年代はもうそういう時代になってたから、ああいったものが70年代的こういう劇画みたいなのが出てきたらもう笑うものってなっちゃってたんですよね。はいはいはい。で見てて思ったのが、水の神対火の神の話っていうこの分かりやすい感じっていうか、だからヒーロー2人の対決なんだけど、めっちゃ分かりやすく水と火っていうところだ。これ小倉さんこういうことですよね。リボマン。インドといえばね、水の神と火の神がね。知らん人や。だからもうこの出てくる知らん人や。このあれですか。知らん人や。たくさんいる中の2人が中心となってますよね、小倉さんね。斜めから見てるでしょ、この時点で。いや、だいぶ斜めです。いやこれ作ったおふくろさん書かれたあの方。川内後半さん。川内後半さんは俺間違ってねえよな。川内後半さんだっけ。オカメンとレインボーマンだよな。知らんけど。レイさん知らんかったらちょっと困るわ。台場だった。まあいいとして。後で訂正しましょう。間違ってたら。そうですよね。インドの山奥でですね。そう。もう斜めより縦。もはや。でもこれってあれなんですよね。間違ってないよね。そうだよね。間違ってなかった。インドってね、ビシュヌ神が化身をしていろんなものになっていくっていうのと、あとなんていうかな、ディスカバリーでありましたけどね、暴風の神様っていうね、自然現象が神になるっていうので、これは間違ってなくて、それをめっちゃ分かりやすく見せてるっていうことで、普通のやばい人が神様になっていく話とも言えるように描かれているということですね。間違ってございませんでした。間違ってないですね。はい。それからもちろん神様登場してきます。この後出てきますけど、本当にラーマさんっていうね、キャラクターは第三形態でいよいよ神様になっていくというもう後ろ光ってきますからね、その辺の演出とかっていうのもすごいなって言って、先ほども言いましたけど、ざっくり言うとこの2つのラーマヤナとマハバラタがベースになっていくこの2つの物語ということですね。今日はちょっと駆け足でいきますけど、で監督がSS ラージャマウリ監督といって、どうする年下なんだ俺よりこの人こんな感じですけど、はい。出てた。最後エンディングで踊ってた。エンディングか。なんか他の映画も出てるよなこの人。わからへん。あれ出てないか。これジョージ・クルーニーだよね。ジョージ・クルーニーじゃない。違うんだこれ。俺あれフリーガイの。間違ってる。間違ったのはともかく、それじゃなくてね、バーフバリですよね。ジェアンさんでもやりましたけどね、バーフバリとかね、マワディーラとかね、これがっつりやりましたよね。だからこの構図出てきましたよね。今回も。だからこの監督のラージャ・マウリ構図みたいなのがあって、でここがその一つの彼の芸風の売りっていう。彼もいいヒゲしてるわ。いいヒゲしてますよ。はいはいはい。で、ヒゲがやっぱ価値基準なんですね。これね、ガッキーとこの人の話してたんだけど、この人に撮らせたらちょっとトイレに行ってくるっていう数秒間も感動させることできるよねって言ってて絶対にっていうくらいこの人の演出っていうのは、だからなんか徹底したストーリーボードがあって、画面を絵画的に構図をもう完全に完璧に作り込んでて、でその中に俺映像速度がすごく大きいんだと思うよね、ピントと。だからここは早くここはゆっくりっていうのを、昔はそれをちょっとなんつうのかな、こういうのいけてるだろうっていう感じで使ってた早回しとかスローモーションとかっていうのをそういう風に表現してる俺ってかっこいいじゃなくて、お客さんに完璧にいい感じで見せるためにこの人調節できるっていう。だからアクションシーン見ててなんつうのかな、目が疲れないんだよね。
ダーンと出てきた瞬間に一回止まってちょっとだけスローモーションになっていつもの動き元の速度になるとか速さの調整がめちゃくちゃうまいっていうだからこう演出力っていうのは凄まじいですね。本当になんかどんだけ作り込んでんだっていうぐらい作り込んでるっていう。その話聞きながら今シーンいろいろ思い出して泣きそうだもんね。泣きそうになりますよね。泣きそうになりますよね。インドにね、神話の実写版ドラマやってるんですよ。で、マハーバーラタもラーマヤナも全員人で俳優さんたちが演じてるもう第100話くらいまであるような日本で言ったら大河ドラマみたいな感じのこう古典の神話バージョンみたいなそれ大好きで見てるタイプなんですよ。でもそのもう古い時代80年代とかのその画面の構成とかそのスローモーションにするポイントとかそういうのをなしにしてないで、今の人たちが楽しめる形にしてるなってのはすごい見てて思ったんですよね。だからおじいちゃんおばあちゃんとかインドの高齢の人とかでもすごく懐かしい感じのまま最新の技術のものを見れるっていうなんか優しさを感じる。そこが俺今回この配信でね一番言いたかったことの何かに繋がってるんですよ。私も繋がってるんですよ。じゃあちょっとまだ言わないけど後で言いますね。それか奥野さんが気になってたそもそもこの RRR って何かって話ですよね。で最初これなんで RRR になったかってすごいベタに、主役の2人と監督の名前に R が入ってるから、3人とも R だよねっつって安直に RRR って言ってたらしいんですよね。だけどちょっとそれだけじゃなっていうことで、ちょっと後付けでこれついたらしいですよね。ライズ、ロア、リボルト、っていうこととあと、物語が始まってからファイヤーの R とか韻を踏みたがりストーリーの R ちょっと強引だなと思って。強引だでも多分ねお国柄そういうの好きなんだと思うんだよね。ここもあるよみたいな。ちなむのが好きで。ちなむというかそうね。ここもあるよみたいな。どんどん持ってくるからね。まあ女子誌だとしたら韻を踏んでいかないとね。そうですね。韻文にしていかないと。おお、あるのかもしれない。女子誌評論家かな。あれ？女子誌評論家になっちゃったかな。はい。踊りだけじゃないです。踊りだけじゃないかもしれないな。はい。まあでもこれ間違ってないですよね。立ち上がれってことですね。でこの映画屈しないっていうことが一つ大きな軸ではありますよね。だから膝をつかないっていうところになるわけなんですけどね。でまあとにかく最初に言いましたけど見てない方のためにいかにつかみがすごいか。つかみの音も音楽もめちゃくちゃいいんだけどね。まず真っ先につかみでいきなり見せられるのはインドの村で少女が歌っているめっちゃ綺麗な声で歌っているとそれで、少女の周りに何人かイギリス兵がいるぞっていう白人がいるぞとで村人たちは、それを見ながらなんか目配せしてちょっと緊張感あるぞと言って少女が、なんですかなボディペインティングしてるんですよねマダムにこのマダムに、歌いながらなんつうかな爪とか手とかにペインティングしてる。そうですよね。それをやっているっていうシーンがあって、ちょっとあったかいシーンなのかなと思うと、どうも変な緊張感あるなと思ったら、そしたら、あと向こうから、偉そうなおっさんがやってきました、イギリス人の。で、ここがポイントなんですけど、イギリス人のボス来たなと思ったら、めっちゃ鹿買ってんだよね。でもこれ、ちょっと数多すぎないっていうくらい。この、鹿狩りをして、で撃ってきて数匹取ったぜイエーじゃなくてちょっとあんた取りすぎじゃないのっていうぐらいもう虐殺に見えるんだよねあれねいきなりねだその辺の演出がむちゃくちゃうまいっていうかで、少女の歌が気に入ったのか愛が気に入ったのか分かんないけどこのマダムがこの子欲しいって言い出すんねで、じゃあつってその時に、コイン2枚を、渡された母親で、その歌の値段ギャラなのかなと思いきや、そのまんま自分の娘が売られてしまっているっていうところなんですが、ここでお母さん慌てて追っかけるんですけどこっからのまた畳みかけがすごい畳みかけと伏線がもうなくなる
だ我慢しろ。言ってるで。本当にすごいですよね。お母さん泣きながら娘を返してくださいって言って車追いかけて、それで、そこに、軍人さんがね、やってきてね、お母さんを撃とうとしたら、弾がもったいないっていうことをこのおっさんが言うわけですよね。イギリスで作った弾。いくらかかってると思ってんだ、コスト。ここまでね、持ってくるのにも金かかってるしとか、そういう話をしたんですよね。これどういうことかっつうと、一発の弾よりも、インド人には価値がない。インド人の命には、その弾一発の価値もないっていう言い方。ブラウンって何回も言うんだよね。そう。それで、分かりました、撃ちませんっつって、その辺に置いてある、その木を持って、お母さんの顔をバーンと殴るっていうところから始まるんで、もう、この瞬間に、イギリス人許せねえって、見てる人が全員の気持ちが一つになる。今、イギリス人殴りに行こうとしてますもん。もう俺、本当に、イギリス人じゃなくて、本当に良かったって、その時思ったもん。洗脳されすぎや。まあでも分かる。なる。なんてひどいことをすんだ。でも歴史的にそういえばそうだなって。イギリスを征服してたんだよ。それが植民地政策だったんだよ。で、それでイギリス人ってこういうこともやってたっていう歴史があるよなと思いながら見るわけですよね。それで、実際はこんなきついことなんだっていうことで、これだから、ちゃんとめちゃくちゃ分かりやすく伝えてるがゆえに世界的にヒットするんだと思うんですよね。ただ、この後、またさらにすぐですよ。次の展開で、イギリスの旗から始まります。で、イギリスの施設があって、それで抵抗運動があるわけですね。大量のインド人が、そこに押しかけてきてるっていう大暴動があるんだけど、そのフェンス越しにいるインド人の顔をしてるんだけど、イギリス人の、その憲兵みたいなことをしてる、警官がいて、あれ、ここがまたうまいんだよね。あれこの人インド人なのにイギリスの味方する人いるんだっていうところからの、大群衆対警官一人のバトルっていうところで、このやばい男が何百人の、インド人を相手に棍棒一つで戦うっていう。あれ、奥野さんどう思いました？あれ懐かしくないですか？あれゲームでありましたよね、ああいうの。無双シリーズ。そうあれ完全に無双シリーズでしょ、あれ。いやでもめちゃめちゃボコボコにされてたからそこは面白かったなと思って。一回沈みますからね、群衆に。どんだけタフやねんみたいに思いながら見てました。不屈なね。バキでもあんなシーンないもんな。バキではある、一応。あるんや。100人の不良対バキっていうのをやった時。そうや、あった。40人ぐらいでもうボコボコにされるっていう。バキのオマージュのシーンだった。バキの読んでると思うよ。マウリさんバキと蒼天コーラ読んでるんじゃん。そうか、すごいね。インドで売ってんだよ。ポイントは、この方、インド人なのにイギリス人の味方してる。だけど、めっちゃ強い。そして何かしらすごいやばいし、何かをこの人抱えてんなっていうところで、この絵面。もうね、たまんないよね、これね。で、やばい人いるわーって思った後にですね、森にもう一人やばいやつがいる。畳みかける。だから、なんかこっちとしても、ジェットコースター乗ってるよね、完全にね。どっちと言えないぐらいやばいからね。で、この人何してるかっていうと、狼と戦ってるし、いきなり。それで、虎と戦うしね。で、基本的に、両方そうですけど、体一つで戦うっていう。で、これがビームさん。はい。これが、少女がさらわれた村の、英雄って言われてるやばいやつですね。やばいやつ。で、これが、何してるかっていうと、虎をやっつけてるんですけど、虎を手なずけてるんですけど、問題はこの虎と仲良しになるわけじゃないんだよね。そう。屈服させる。っていうね。押すと押すのね。そう。で、これ分かりやすいよ。だから、少女、さらわれたイギリス人最低、そしてやばいやつ2人出ましたっていう、これだけな。で、だから、ここまでにほとんどセリフがない。確かに。本当にすごいと思う。で、これはだから漫画とか書いてる人とかにちょっとぜひ見てもらいたい。もう冒頭から説明が長すぎんだよ、みんな。設定とかわわやるんだけど、ほぼなし。歌とビートの効いた音楽と、そして絵面だけで見せていくっていう感じで。行き着く間もなくバチーンと状況わかるもんね。わかる。やばいの2人来た、これ。やばいや、そう。で、2人のヒーロー出ました。どうすんのって言って、そっからまた、すぐだよ。
あっという間にあれこれなんか一本映画見てる感じになるんだけどここまででまたここだからこの2人が出会うっていうシーンにすぐ行く、やばいやつ2人のそれぞれの紹介がほぼセリフなしでやった後にこの2人が、橋の上で死にそうな少年機関車が、爆発して、で川で死にそうな大ピンチの少年を見つけると。で橋の上で馬に乗って見つけるラーマと下にいるビームっていうのこの2人がなんつうかな一瞬でアイコンタクトするっていうでアイコンタクトの後にちょっと手振ったりするのが可愛いおーいみたいになってて俺行くからみたいなその瞬間にこのバディが、何も言わずにこう少年を助けるために動き出すっていう感じなんですけどここでポイントは橋の上からラーマが、その少年を助けに行くときに最初に旗を拾うんですよね。この旗がポイントですよね。これあれですよね。インドの旗じゃなくてインド抵抗運動の旗で、これを一旦水に浸すことによってビームが火の中に入ったときに旗で守られるっていうよく考えたなっていう。しかも男の子大好き乗ってるものが違うけど両方かっこいいこっていう。れいいね。これが繰り返し出てくる。いいんですよね。これがね。赤田さん大丈夫ですか？もうズクーンってなったもんね。もうさこれ加工してると思うけど、もうドラクロワだよね。ドラクロワはすごくあると思う。完全にドラクロワの映像版みたいな、これドラクロワやしね。ロマン派ですよね。とかミュシャのあれとかね。なんだっけスラブ女子誌。そうとかでもあれさミュシャのスラブ女子誌はさなんとかなおとなしいじゃん。まあね。むしろドラクロワ的なロマン派もロマン派って感じの。バスチユ牢獄の統合がとかいうそういうノリの感じですよね。俺このシーンでもういいわと思ったもん。何がいいって。もう満足した。わかります。お金分はもらったね。よかった。ここでクライマックスなんですよ。で、じゃあ続編に期待しましょうみたいなことで1が終わるみたいな。それでいいんだもん。そう、それかなと思ったらまだこの時多分30分ぐらいですよ。ジョの口だもんねもう。まだまだ。それはみんなね。違う。これ以上の演出どうやるんだろうと思ってた。だからこれ以上やられるとちょっとトゥーマッチ疲れてくるかもしれへんよっていう不安もちょっとよぎりながら見てたけど、その後別に全然ずーっと楽しいからね。線もすっごいねオンパレだよね。トゥーマッチロマンよ。トゥーマッチロマン。いいね。トゥーマッチペインの反対ね。なるほどね。うるさいわ。うるさいわ。この時点でこれもう火と水のね感じも出てるしね。そうなんですよ。水につけてくるんで助けたり火はあったし。はい。でもこの時点でやっぱり神話の要素を入れてるんですよね。そうなんですか。どういう？もう言っちゃって大丈夫？はいはいお願いします。そのビームの方がそのハヌマーンっていう猿のね神様を象徴してるキャラクターなんだけど、その火の中から出てくるっていう非常にクライマックスの方で重要なシーンがあって、これあれ孫悟空の元ネタになってるやつですから、だから孫悟空が最初に火山からドーンって出てくるあの日です。ですか。孫悟空の方もそういう風にしてるのかな。まあちょっとごめんなさい。中国の方に行ってますからね。中国の孫悟空にあんまり詳しくないんだけど、そうお姫様助けに行って最後の結構大きい戦いのところで乗り込むんですよ。魔王のところに。そんで引っかき回してその火の中からバーンって出てくるシーンがすごく有名なシーンなんですね。なるほど。最初にそこをもう見せちゃってるんだなっていうのが。これだから知ってるとやっぱたまんないですよね。楽しい。ああそうなんだっていうね。はいはいはい。あともう一つ思うのがこれこれおそらくイギリスが持ち込んだものですよね。バイクは。であと馬はインドのものだとは思うんですけど、でそれにプラスしてだからこれなんとかな向こうのものも使うよっていうメッセージになってると思うんだけど、もう一個橋の上に、通ってる蒸気機関っていうのが、蒸気機関があったからイギリスは産業革命して、で世界征服をするわけなんで、あれはそうかな邪悪なもののその災いの象徴でもあるんですよね。あれに乗っかってるのがまた石油っていうのが、さらに災いの象徴なんで、それがその地元の子供を追い詰めるっていう意味も二重三重にあって、だから橋のシーンの中にいろんな意味合いがこう入ってきて、
分かる人にはちょっと深いようなこのシーンっていうのは旗も含めてやってなるるなっていう。ほどね、そういうことだったのね。重要なことも入ってきますわな、当然。考察するね。ね。あ、でもこれは多分何人か言ってんじゃない考察するねすごいですね。新しいさリポビタンデーのね、あれでもいけるもんね。ガッシャー一発みたいまあファイト一発ですよこれ。なんか懐かしいなっていう感じしますよこれ。な。そういえばこれあれだわと思って持ってきてんだこれ。石原軍団みたいなもん。いや、そうか。西部警察とかさ、そういうだからノリ太陽のはみたいな感じなんでしょ、あ多分。ったよねっていうさ。もっと過剰だけど、うんなんで VFX だっけとかがもうすごいから。すごいですね。でまあ要するにここまででセリフほぼなしっていうことがまあ一番ポイントなんですけど、その後にうわー大変な感じでやばいやつとやばいやつ仲良くなったと思ったらいきなり兄貴とかなってんの。そうもうなんつうの、むちゃむちゃなどうすんのこれって。もう大変よ。大変でしょ。こっからがもう大変なのよ。もう目離せないのよ。そうなのよ。それで人探ししてんだっていう話に、重なって突然ラブコメが始まるというね、この辺がまたお前好きになったらデート取らなきゃダメなんだぜみたいなことになって何このラブコメ展開っていうで、まあちょっといきなりめちゃくちゃ仲良くなりすぎててっていう感じがまた良いから、この二人幸せになれたらいいのになっていうのと、ちょっと待てよこいつたちもしかして憲兵インド側じゃないイギリス側じゃないのみたいなこともちょっと見てる人はちょっと分かってるから、あれこの二人もしかしてみたいなところからもう目が離せないようになってるわけですよね。それで、後に好きな人がいるみたいな話の時に「お前は彼女いんのかよ」っつったらさらっと恋人がいるって話しますよね。これがシータっていうのがいるんだよって言ってネックレスを見せるんで、この辺がまた見事な伏線としてこう入り込んでて、そこからのラブコメ展開っていうでラブコメ展開でその好きな、彼女はイギリス人だと。でなぜかパーティーに誘われてると、バカにされたくないから一緒に行ってくれ、しょうがねえな一緒に行ってやるぜってなってからのダンスバトル。そうですよ、ナトゥですよ。さっきまで緊張感ありありのそのものすごいハードなアクション見せられてると思ったら、突然のこの陽気なダンスバトル。踊りの達人でもあったからね。これはね、世界中がこれ踊りたくなるの分かりますよ。インド映画ここにありでしたね。しかもインド映画ってもっとくどいからダンスシーン。そうそう。短く感じた。短かったよね。でしかもその必然性があるっていうか、イギリス人にバカにされて、ヨーロッパの踊りを散々見せられて、タンゴはこうだフラメンコはこうだみたいな感じで、お前らインド人なんかに踊りは踊れねえよな、あははみたいなすっごい分かりやすいやつ。北斗の拳みたいな煽られ方。そこに持ってきてナートゥって踊り知ってんのかっていうところからこう入ってって、イギリス人の女性が夢中になっていくっていう展開になっていくっていうね。これはよくできてますな。これはな、奥野さん。よくできてるのかな。なんで？よくできてるっては言えないかな。なんか別になくてもいいもん。本心。嘘。なかったらダメでしょ。いやいや、それはね、あった方がいいよ。ただの筋肉野郎になっちゃうじゃん。そしたら。いやいや、だから文化もあるんだよっていうことじゃんこれ。だからそんな全部乗せする？それがインドなんでしょ。でここで教養を感じるわけやん。この2人はインドのきちんと教育を受けたインドの本当に歴史を継いでいるから、この踊りを踊れてこの戦いを楽しんでいる2人なんだなっていうのが、もう歴史を感じるわけよ、この体から。いやだからもう分かるよ、その文化の戦いもちゃんと描いてるなと思うし。ええやん、あった方がいいやん。あった方がいいじゃない？必要やん。いやでも、もう別になんかそんなにこのなんか、いやあった方がいいですよ私も。必要だとは言えない。いやだからなんかよくできてるとは言えないかな。いや俺はよくできてると思うよ。大変になってるから。だから筋肉野郎の戦いでバトルで行くんじゃないんだなっていう。でこれ2人のシンクロでしょ。だからそれまでのこの1個の前だとそのバトルシーンのバディ感っていうのを見せた後に、今度平和的なバディ感見せてるっていう。その軸ね。あるね。両方あるっていうのがとってもいいなと思って、ここが効いてくるなっていう。つまり腕っぷしだけで女を惚れさせんじゃないよなっていうのを見せてるわけですよ、ここは。ここはなんかちょっといろんな人が見てて幸せになるなっていう感じのシーンですよね。
でやっぱりローカルの神様たち、そのヒンドゥー教とかになる以前からある地元の神様たちっていうのを称えているっていうところが歌の内容もナートゥっていうその名前自体もシバ神であり、その大地の女神っていうのを称えてるっていう意味でもう男女とか関係なくそのもう地元を称えてる感っていう、俺たちの神様最高っていうそういうことですよね。でその大地の神様って女性女神がほとんどなんですよ。でそのヒンドゥー教とかになる前からのその女神信仰っていうところをこの歌の中で言っていて、その男性陣たちはバトル気分じゃないですか、イギリスの男性陣たちは、負けられないっていうふうに躍起になってるんだけど、女性たちは普通に楽しそうなんですよね。みんな笑ってますから。そうそう、イギリスの女性たちなんだけど、すぐこうノリノリになってっていいじゃんっていう感じになるのが、やっぱり女神信仰っていうところを案に出してるのかなっていうふうなのをすごく女性を称えてる踊りをこの人たちやってるっていうのがあって、だからこそ彼女たち盛り上がるっていう。でもそれは別にその近代とか現代にあるようなフェミニズム的な発想じゃなくて、そのごく自然のね神様、もう地球信仰ですよね、地面の信仰ですよね、そういったところを称えてるっていうのがもう歌詞でも踊りでもビートでもその演出でも全部出してて、そういう意味で最高なエッセンスをここで出してるから、この後お話が進んでいくビーマとかシータたちのそのローカルな人たちの文化っていうのがちゃんとここで最初にリスペクトされてるっていうのが分かるんですよね。よくできてますね。いやほんま俺もそう思よくでったんですよ。きてるなって私は思った。できてんだよ。話抜きにしてはね、やっぱあるある語れんのね。殺してものすごいな、とにかく。誰か弓持ってこい。ほんま弓持ってこなあかんよ。みんなから見るとやっぱわかりますよね。ほんまですか。奥も今日全部のせやね。全部のせやで。濃いわ。裏切りも称賛もすごいわ。またよく考察するね。するよ、考察のせがね。これでもこのナートゥダンス、ナーチョダンスはヨガやってる人はすごい嬉しいと思う。そのシバ神のことをナータって言うんですよね。そのちょっと私がテルグ語全然わかんないんで、どのくらいその言葉と言葉が同じ意味合いなのかってところまで分かんないんですけど、シバ神っていうのはナータって言って、ナータ派っていうねシバの信仰があって、でヨガをシバ神から直接習った同志たちはなんとかナータっていう名前なんですよ。ゴーラクシャナータとかゼンドラナータって、多分そこは言葉違うけど同じ意味なんじゃないかなっていうふうには思いたい私たちは。いいですね。これじゃあ皆さん知らない人に自慢してください。この話。歌詞の中にもシバ神って出てくる、シバの踊りをみたいな風に和訳の日本語字幕には出ていたから、やっぱりでナータラージャってこれね、シバ神踊るシバ神のことをナータって呼んだり、ナータラージャって言うんですよね。そうだからこの足が。その手がつまり芝の舞を踊っていたんですよっていうこの時に、はい久世さん踊ってます。はい。久世ナータ？久世ナータ？見切れてるぞ。でもここやったらね足映らへんから。はいはいはい。しんちゃんでね足。はいはいはい。これですね。はい。練習したわ。ありがとうございます。なのでね、私たちはすごく嬉しい。このシーンはめちゃくちゃなんていうか称えられた気持ちになりました。すごくその感情もそのインドの方々持ってらっしゃる方多いっていうことですもんね。直接的に物語じゃなくてその生活に根付いててあーってなるってことですもんね。それはちょっと俺らの見方とも違うし、これちなみにこの踊りってある踊りはある踊りなんですか？そこは分かんないです。今回用の振り付けなのか昔からあるのかはちょっと分かんないけど、いや今回用のでしょ、この見栄えのいいのは多分。でもなんか元ネタにしてる踊りとかあったらなんかちょっと知りたいなって思うぐらい魅力的ですいらっしゃったら。いやそうですね。物語はこの時に屋敷ねイギリスの邸宅に行っているので、まあそんなこんなでさらわれた
女の子がここにいるんだってことが分かってみたいな展開からの、少女奪還っていうことに物語が動いていくわけなんですよね。それで、いろいろあった上で、その、助けに行くっていう展開になっていくんですけど、ビームですね、こちらのビームの方が、自分の村の娘がさらわれてるから、そのみんなで突っ込んで。助けに行こうっていう時にどうやってやるかっていうと、もうこれあれですね、予告で出てるからいいと思うんですけど、まさかのこれですからね、大量の動物を連れてって、しかも、こうなりますからね。こうなりますね。これ奥野さん、これラッセンですね、これ。ラッセンですか？これ多分ラッセンが書いてますね。これね。これはラッセン感がすごいですけど、これラッセンはもうこんなにハードじゃないと思いますよ。なぜならば友好的ではないですから。手なずけられた獣じゃなくって、こいつらやばい状態になって放たれてこう混乱させるという、これがまたインドっぽいよね。インドっぽい。めちゃめちゃにしてやれって言って、別にその自分もやばいんですよね、これね。自分も襲われるかもしれない。仲良しじゃないんですよね。そうそうそう。で、そして草食動物まで放つ。そう。そのびっくりした。まとめて全部面白い。あ、だからあの時虎捕まえたんやっていうの繋がったけど別に繋がってないのよね。そうそうそう。でもこういう風にこういうじゃないんやっていう。混乱させる。こういう風に使うんだみたいな。それは面白い。そうそうそう。ほんで、なんつうの、一番一発目上がる何回も上がるんですけど、ここでうわ上がるなと思いきや、まさかの馬車突っ込んできて出てくるのこの人、お前からみたいな。この後のシーンですね。突っ込む前の最後のミーティングみたいなのをビームたちがするじゃないですか。で、片やこっちがちょっと危ないことになってるじゃないですか。そうですね。でこっち瀕死の状態でラームが、でビームたちは今から行くよっていう作戦会議のあたりから、もうね神話の応酬なんですよ。もう場面ごともねものすごく細かい置物とかに全部その神話の要素をどんどんって詰め込んでって、で動物と4頭立て馬車、はいドーン、そして4頭立て馬車が意味があるんだ。あります。それはマハバーラータの。ラーマーヤナのラーマは真っ白な4頭立ての馬を操作するのの天才なんです。もうシンボルなんです。もうね涙しかない私。ラーマーもう心拍数上がりすぎちゃって。知ってるほど。であそこからの後でねその話にまたなるかなって思うんだけど、あそこからの戦い方とかで手に持つアイテムが全部それぞれ象徴にしてる神様たちとかキャラクターのものをちゃんと手に持つんですよ。そこまでこだわってるんですか？何にも知らんで見てるわ。すごい細かくそういうところがね演出されてるんです。だからもう死んじゃうよ私なんて。死んじゃうね。死んじゃってた。3回死んじゃったって。そら9時間もおしっこ我慢するわ。そうですね。花の刑事が松風に乗ってきたみたいなことやろ。なんで例えで分かりづらくすんねんって。いやみんなに分かるよ。伝わったよ。ある世代だけやぞ花の刑事とって。ヨフっていう名前のね大男が赤い馬に乗ってこう助けに来たってことでしょ。それやったらまだ分かるかな。そっちの方が分かるんや。分かるかな。三国志やしな。そうでもやっぱ細いとこなんですよ。そうだからそういう楽しさを今日話せたらいいなって。すごい出汁が効いてるっていうことですね。そういう意味では。毒の時になんかこうお守りみたいなのを渡したりしたじゃないですか。そのお守り離すとお前が危ないかもしれないよって言われながら、あれもなんか神話的な意味があったりするんですか？あれは多分土着の方なんじゃないかな。土地の文化なんだと思います。ヒンドゥー教はその左肩からかける成虫っていうのがあって、多分バーフバリの人がかけてたやつ。今回はそれはあんま出てこなかったかなって感じなんだけど、ただあそこのバルコニーみたいなところで決戦になるじゃないですか。この動物たちと入った後に4頭立ての馬車でラーマ来て、でお互いの正体が分かってなんでだってなって、でビームがもう激高して、でかなりクライマックス的な戦いになりますよね。で
自分にかけてくれていた、ラーマの方にかけてくれていたお守りの紐をぐるぐるぐるってやって、ぐるんぐるんってやってビームに引っ掛けて捕まえますよね。ちょっとあそこ多すぎても入ってるものがちょっと知りたい。あそこはもう2人ともね覚醒してるんですよ。神モードに入ってるんです。じゃあちょっとその話ちょっと後で後にします。じっくりと無料部分があと9分になってしまったので僕がちょっとどうしても言いたかった無料部分でどうしても入れたかった構成の部分でこの3時間がなんで目が離せないのかっていうのは鉄板の構成が出来上がってるんですよね。でそれちょっと3つのパートに分けたんですよ。でまずは A パートでその少女誘拐から少年を助ける2人っていうところでまずこうがっつりとこういく。そこから B パートでラブコメ始まって仲良くしてんのになんかこれ大変なことになっていくよみたいな感じっていうか、それでラーマが捕まるところでシータとの出会いっていう、それ C パートはあれです、お祭りです。ウェイなんですけど、こういう流れなんですけど、これね、分かりやすく言うとこういう感じなんですよ。まず最初 A パートでキャラ紹介をもう完璧な娯楽でキャラ紹介をした後にバディになっていく流れっていうのがまず最初にこれ作りやすい。ここで掴んじゃえばあとは大丈夫。その後、出会った2人の思い出作りが B パートの頭にある。これで最高に楽しい。だけど実はあいつら敵対する関係なんじゃねえのっていうのをこっちでも見せてるから見てる人は幸せなんだけどちょっと不安っていうのがこれがよくできてるんですよね、赤澤さん。大丈夫大丈夫って思った。それでそうなんですよ。で3時間ある真ん中あたりで動物ドーンの後に動物なんだっていう後にラーマ敵なんだ、これ二重のびっくりが入っていきますよ。で問題はその後ですよね。敵対した2人、そして鞭を打ちなさいとマダムに言われてからのこっからの圧ですよ。これが一番大事。なんでかっていうとその後の圧が強ければ強いほど、解放が気持ちよくなるわけなんですよ。だから圧がかかってシータ出てくるあたりでちょっと希望の光が見えてくる。あなたはもしかしてみたいなところからの、ラーマ救出からの、お祭り。泣かないの。もうダメ。もうダメ。ちょっとレイちゃん加減しましょう。でですね、この作り方、見てる方が嫌な気持ち、不安な気持ちになるパートと、それから気持ちよくなるパートっていうのに絶妙に分かれてるんですよ。で、これがですね、まずね、この紫に引いてあるところが、ちょっと辛い話です。辛いなーっていうのがちょっとだけ冒頭に一発入れられた後気持ちいいなっていう感じになってくる。で、人探して蛇に噛まれるとかいろいろありながら、中盤はめっちゃ辛いんです。で、その辛い中の圧かかってる時に、さらに辛いラーマのカッコって一発入る。この辺はだから見てる側はここが一番辛いんですけど、今度の黄色いとこ見てください。これ気持ちいいシーンです。気持ちいいシーンが冒頭辛いんだけどもう気持ちいい。で真ん中気持ちいい。なんでこれ飽きさせないんです。その後圧があってかかって2人は幸せになるといいのにななんだけど悪い方にずっと行ってってシータ出会ってからこっから気持ちいいしかない。気持ちいいしかないんです最後。そう最後のエンドロールのダンスまでずっと気持ちよくさせてくれるってこの構成よくです。そう大丈夫か？もうギリギリです。ギリギリですね。ギリギリですもう。ちょっと先ほどはちょっとラーマお前ラーマかのところまで説明しましたけど後半ちょっとこっからどういう展開で演出されていくのかって話とミリ先生にねその神話の話とあとですね奥野さん、はい、もうね俺らやられてますけどこの方はなんて言うかなっていう話はちょっとあるじゃないですか。俺はいいけど富野はね。俺はいいけど富野がねいるからこの国には。知らんけど。富野さん自分のチャンネルで言ってください。俺らがなんか言う。富野がなんて言うかなっていう話と、みたいな話をですね、ちょっと後半したいかなと思っております。そして神様になるって話、みたいな話と、最終的には俺はこの映画をどう思ったかって話までいきたいと思いますっていうことです。奥野さん。はい、ありがとうございます。はい。
どうですか？いやーなんかもうちょっと丁寧にやるのかなと思ったら割と小倉さんなめちゃいけない。何が丁寧にやったら一晩かかる。いやそうだから途中このヘビうんぬんみたいな全部やってらんないし、やってたらこれちょっとね。これコメントであったんだけど、この2人のバックボーンが分かんないから話がよく分かんないっていうのがあって、はいやります。単純にキャラクターとしてどっちもそのインドを背負ってそのイギリスの圧政から解放しようというまあそうですね。それもねだから物語の中で立場が違うと思う。つまりこれスザクとルルーシュってことで理解していただければ大丈夫です。まあ同じ思いなんだけどそれぞれ立ち位置が違ったせいでっていうまあよくあるやつですけど、それをねちょっとずつ見せていくんですよ。だから今話したところまではちょっとそういう説明があんまりないんですよ。後半にこの2人何だったのかっていうことが分かってくるというのが構成になっているので、後半もちょっと見てもらえば分かると思います。さらにはい、ということでじゃあ後半に行くんですけども、来週の山田のヤングサンデーはレイさん、レイトショー久しぶりにやりますけれども、この漫画がすごいをちょっと取り上げてみたいということで、今一番来てる漫画をちょっと読んでみようというお二人でね、翔さんと。そうね、北川は割とその古い漫画を研究してるんで、ついついそっち方に行きがちで、俺もそうだしさ割とだけどちょっと最前線が面白いなってちょっと思ってるね。ああそうですね。漫画の最前線は本当面白くなりましたね。なんか最近チェーンソーマンも全部読まれた。チェーンソーマンが素晴らしくて今連載してんじゃん。まあ今そうですよ。たつき書いてんじゃん。たつき書いてんじゃん。たつき書いてんじゃんってなんてチャラさないや。すごいですよ。まとめて応援してます。ということでなんとですね、来週のレイトショーの次の週、つまり2月の頭ですね、チェーンソーマン第1部すべて完結までやります。そしてちょっと今第2部やってるんですけども、朝ちゃんと夜ちゃんとの話ね、そちらまでまあちょっと追いつくかどうかわかんないですけど、チェーンソーマンスペシャルを完全版でやろうと思ってます。初期の読み切りをいっぱい書いてるじゃん。17歳からもう短編集2冊出てんじゃないですか。そうなんですか。あれも含めてあれ読まないとたつきわかんないね。俺それインドシーンは知ってないとこれ面白くない。いやマジでそういう話だからチェーンソーマンだけだったらちょっとわかんない部分があるんで、ラーマヤナ今から読むよりたつきさんの短編集を読むはいけるです。なんであいつがあんなに女かけるのかわかる。なんでたつきがそんなに女をかけるのか。だからその漫画家ってクソ童貞ばっかりだから女のことなんか知らないんだよ。言い切ってます。今日アラブレイジですね。ひどい言い草。何の神様なんですか？俺は違うんだ。今日芝ですか？芝です。芝モードで。破壊ですか？アシュラマンのあれかな？二人面で。そういうふうに思われがちですが、本当はそうじゃないんですけど、ただ藤本たつきこれさ若いくせになんでこんなに女かけんのってすごい思ってた。でそれバグラビで特集したんですけど、ちょっとこれヤンさんでちゃんとやろうと思って、だからあちらなんて女に関してはちょっとバグラビで結構やったんですけど、ヤンさんで全部やろうかなと。チェーンソーマンそして藤本第一部のラストの衝撃のシーンまで。いやまとめはね語りたいんですよやっぱり。あそうですか。はいはい。でだからそれが最前線なんで、だからちょっと北川ともねちょっと今の漫画だいぶ進んだなと思うのね。まあガンダムばっかやってもしょうがないですからね。ガンダムもやりますよ。ガンダムもやりますけど、でもガンダムも最前線やってんじゃん今。水星が最前線だからね。まあね。だからそういう意味でちょっと待って日本の文化全然いけてんじゃんってちょっと思ってる最近。なのでちょっと新しめのやつもやりたいなと思っておりますので、皆さんちょっと付き合ってください。ということで来週の朝はレイトショーということでございます。なんかお知らせありましたっけ他に？赤さんとか。お知らせ。特にないです。特にないですか。もう早くこの話したいという感じなので、それじゃあ後半に行きましょう。さらに RRR、インド神話の観点とかも全部含めて深掘り、そして富野が何て言うかというか、この批判的なね部分もある程度あるので、そういう話もねやっぱりしたいですよね。じゃあ後半行きましょう。インド映画と言ったらいいかな。はい、じゃあお願いします。なんなの？アストラビスタバイバイインターバル。ちょっと待ってよお前。
俺がちょっと引っかかるのが、はい、やっぱり武器を手にしろっていうことなんですよね。でその西側から入った武器で少年兵になっていくっていうのは富野さんが批判してたやつですよ。ラーマーヤナはインドの二大女子誌の、はい、こっちの方が時代的には古い方の話ですね。あの辺は本当にビーマの戦い方なんですよ。じゃあインドの人はもうビーマーってビーマーってなるんです、あそこは。2つの女子誌の中の大ヒーローたちが自分たちのアイテムを全部のっけ盛りでバーンって戦ってんですよ。